Excel 初心者チュートリアル。こんにちは、僕はずんだもん。今日は Excel の基本的な使い方をお伝えするのだ。Excel はデータ管理や分析に非常に便利なツールなのだ。初心者の方でも安心して操作できるよう、ステップバイステップで進めていくのだ。なお、この動画で使用しているパソコンは Windows 10で、Excel のバージョンは Microsoft 365X4 エンタープライズ版を使用していますのだ。視聴者様の環境とは若干異なる場合があるかもしれませんが、基本的な操作は同じかと思われますので、安心してご覧ください。あと、この動画の特定の部分を見たい場合は、概要欄にタイムスタンプを貼っておきますので、そちらからご覧ください。それでは、早速始めましょうなのだ。パート1、Excel の起動と基本画面。まずは Excel を起動するのだ。画面左下のスタートボタンをクリックするのだ。スタートメニューが開いたら、アプリ一覧から、E の部分を探すのだ。その中にある Excel をクリックして起動するのだ。起動すると、このような画面が表示されるのだ。いろいろとテンプレートがありますが、基本的には空白のブックを使用しますので、空白のブックを選択してクリックするのだ。まずは、各名称から説明するのだ。このファイルそのものを、ワークブックと呼ぶのだ。今、このファイルのワークブック名は、ブック1になっているのだ。画面上部にはタブがあり、その下に、リボンというツールバーがあるのだ。ここには様々な操作を行うためのボタンが並んでいるのだ。画面中央には、ワークシートがあり、ここにデータを入力していくのだ。ワークシート内にある一つ一つの長方形のマス目のことをセルと呼ぶのだ。縦の軸を列と呼び、横の軸を行と呼ぶのだ。今、緑色の四角に囲まれているセルは B 列の2行目にあるので B にセルと呼ぶのだ。次に、左下のこの部分はシートの見出しといい、ワークブックのワークシートの名前なのだ。プラスを押すとシートが追加でき、シートの名前をクリックすると、シートの切り替えができるのだ。右クリックで削除を選ぶとシートが消えるのだ。タブをダブルクリックすると、シートの名前の変更ができるのだ。画面の右下にはシートの拡大縮小ができるスライダーがあるのだ。このスライダーの線をクリックしたまま、マウスを左右に動かすとシートの拡大縮小ができるのだ。拡大縮小はキーボードのコントロールキーを押したままマウスホイールを回すことでもできるのだ。パート1は以上で終了となりますのだ。パート2、データの入力。次に Excel のワークシートにデータを入力する方法を紹介するのだ。まず Excel のワークシートにはセルと呼ばれる小さなボックスがたくさんあるのだ。セルをクリックするとそのセルがアクティブになりデータを入力できるようになるのだ。例えば B2 セルに名前と入力したらエンターキーを押すのだ。エンターキーを押すと入力が確定されてカーソルが下の B3 セルに移動するのだ。次に B3 セルに田中と入力し再びエンターキーを押すのだ。これで田中のデータが確定しカーソルが B4 セルに移動するのだ。エンターキーを使うことで縦にデータを入力するのが簡単になるのだ。横方向にデータを入力したい場合はタブキーを使うのだ。例えば C2 セルに売上高と入力した後タブキーを押すとカーソルが右のセルの D2 セルに移動するのだ。これで次のデータを横に入力する準備が整うのだ。さらに D2 セルに数量と入力するのだ。この見出しがあることでデータの内容がより明確にわかるのだ。B2 セルに名前、C2 セルに売上高、D2 セルに数量を入力することで各データがどの項目に対応しているかが一目でわかるようになるのだ。次に C3 セルに1000と入力するのだ。この時、タブキーを押すことでカーソルが右のセル D3 セルに移動するのだ。次に D3 セルに50と入力するのだ。このように基本的なデータ入力とキー操作を覚えることで Excel で見やすい表を簡単に作成できるのだ。データを正確に入力して後での分析や管理がしやすくなるのだ。パート2は以上で終了となりますのだ。パート3、数式の入力。次に Excel で足し算を行う方法と四則演算の基本を学ぶのだ。数式を使うことで複数のデータを簡単に計算できるのだ。まず新しいシートを追加してこの演習に使うシートを作成しよう。画面下部のプラスボタンをクリックして新しいシートを追加するのだ。このシートを使って数式の練習をしていくのだ。それではまず B2 セルに売上高1、C2 セルに売上高2、D2 セルに合計と入力するのだ。これで足し算の準備ができたのだ。次に B3 セルに500と入力したらセルの右下にある小さな四角をクリックして B6 セルまでドラッグするのだ。
これで500が他のセルにも自動的に入力されるのだ。これがオートフィル機能なのだ。次に C3 セルに300を入力し、同じように C6 セルまでオートフィルするのだ。これで2列にわたって数値が入力されたのだ。次に E3 セルをクリックして数式バーにイコール B3 たす C3 と入力するのだ。この時対象のセルをクリックするとセル番号が入力されるのだ。イコールは数式の開始を示し、B3 セルの値と C3 セルの値を足し算するという意味なのだ。足し算の記号はプラスを使うのだ。入力が終わったらエンターキーを押すのだ。エンターキーを押すと E3 セルに計算結果800が表示されるのだ。これで売上高1と売上高2を足し合わせた合計が自動的に計算されたのだ。次に E3 セルの右下にある小さな四角をクリックして D6 セルまでドラッグするのだ。これで B4 セルから B6 セル、C4 セルから C6 セルまでのデータを使った足し算が自動的に行われるのだ。D4 セルから D6 セルにはそれぞれの行に対応した合計が表示されるのだ。これでオートフィルを使って複数の行に数式を適用できたのだ。ここで他の基本的な数式の記号を紹介するのだ。例えば D4 セルにイコール B4-C4 と入力するのだ。マイナスは引き算の記号なのだ。エンターキーを押すと D4 セルに計算結果が表示されるのだ。これで B4 セルから C4 セルを引き算した結果が表示されるのだ。同様に D5 セルにイコール B5 アスタリスク C5 と入力するのだ。アスタリスクが掛け算の記号なのだ。エンターキーを押すと掛け算の結果が表示されるのだ。最後に D6 セルにイコール B6 スラッシュ C6 と入力するのだ。スラッシュが割り算の記号なのだ。エンターキーを押すと割り算の結果が表示されるのだ。このように四則演算の記号を使えば様々な計算を簡単に行うことができるのだ。数式や関数を活用すれば Excel での作業がもっと効率的になるのだ。パート3は以上で終了となりますのだ。パート4、基本的な機能の紹介。次に Excel の基本的な機能を使ってデータの見た目を整える方法を紹介するのだ。全パートで作成したシートを使ってフォント、配置、数値の設定をしていくのだ。まずB2 セルから D2 セルを選択してフォントを変更するのだ。セル範囲を選択するにはまず B2 セルをクリックしシフトキーを押しながら D2 セルをクリックするのだ。これで B2 セルから D2 セルまでの範囲が選択されるのだ。その後ホームタブにあるフォントのドロップダウンメニューをクリックしリストから MS ゴシックを選択するのだ。これで選択したセルのフォントが MS ゴシックに変更されるのだ。次にセルの背景色と文字色を変更するのだ。B2 セルから D2 セルの範囲が選択されている状態でホームタブにある塗りつぶしの色アイコンをクリックし背景色を青に設定するのだ。次にフォントの色アイコンをクリックして文字の色白に設定するのだ。これで見出しが目立ちより鮮やかに表示されるのだ。次に同じセル範囲を太字にするのだ。B2 セルから D2 セルの範囲が選択されている状態でホームタブの B ボタンをクリックして文字を太字にするのだ。これで見出しがより強調されるのだ。次に B2 セルから D6 セルのデータを選択して配置を整えるのだ。セル範囲を選択するにはまず B2 セルをクリックしシフトキーを押しながら D6 セルをクリックするのだ。これで B2 セルから D6 セルまでの範囲が選択されるのだ。その後ホームタブの中央を揃えボタンをクリックしてセルの内容を中央に揃えるのだ。さらにセルに公式形線を追加してデータが区切られるようにするのだ。B2 セルから D6 セルの範囲が選択されている状態でホームタブの形線アイコンをクリックし公式を選択するのだ。これで選択した範囲に公式形線が追加されデータがきれいに区切られるのだ。次に E3 セルから D6 セルを選択して数値のフォーマットを設定するのだ。E3 セルをクリックしシフトキーを押しながら D6 セルをクリックして選択するのだ。その後ホームタブの数値のドロップダウンメニューをクリックし通貨を選択するのだ。これで数値が円表示に変わり金額がより分かりやすく表示されるのだ。このようにフォント、配置、数値の設定を活用すれば Excel の表をより見やすくプロフェッショナルに仕上げることができるのだ。基本的な機能を活用して Excel での作業をもっと楽しくしようなのだ。パート4は以上で終了となりますのだ。パート5、保存と終了。さて、最後のパートでは作成した Excel ファイルを初めて保存して作業を終了する方法を紹介するのだ。まず、ファイルを初めて保存する方法から見ていくのだ。作業が終わったらファイルを保存するのだ。それでは画面上部のファイルタブをクリックするのだ。これでファイルメニューが表示されるのだ。次に名前を付けて保存を選択するのだ。
これにより保存するための画面が表示されるのだ。保存画面が表示されたら、まず保存先欄でファイルを保存したいフォルダを選択するのだ。例えばドキュメントフォルダや特定のプロジェクト用のフォルダを選ぶのだ。その後ファイル名欄に保存したい名前を入力するのだ。例えば営業報告書といったファイル名を入力するのだ。保存先とファイル名を設定したら保存ボタンをクリックするのだ。これで指定したフォルダにファイルが保存されるのだ。保存が完了したら Excel のウィンドウを閉じる準備をするのだ。画面右上の×ボタンをクリックして Excel を閉じるのだ。もし保存していない変更があれば保存するかどうかの確認メッセージが表示されるのだ。その場合は保存を選択して変更を保存するのだ。これで Excel のファイルを初めて保存して作業を終了する方法が完了したのだ。大切なデータをしっかりと保存して安心して作業を終えよう。パート5は以上で終了となりますのだ。今回の動画はここまでなのだ。Excel の基本操作や便利な機能について少しでも学べたなら嬉しいのだ。これからも役立つ Excel のチュートリアルや便利なテクニックをどんどん紹介していくので、ぜひチャンネル登録をして最新の動画をチェックしてほしいのだ。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価ボタンも忘れずに押してほしいのだ。みんなの応援が動画作成の励みになるのだ。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうなのだ。素敵な Excel ライフを。